美味しい記憶聞かせてください。わあ、出た出た出た、来た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 。これが本当のわさびの辛さなんだ。今月は奥多摩で採れる1本5000円を超える高級わさびに、すごい手間暇かかってるよ。200円で買えるのにミートソースなんか。おばあちゃんとの思い出の味、パサパサミートソースを小学生が再現。醤油入れてみる。僕はね、やっぱりいつでも新鮮がいいかな。この番組はキッコーマンの提供でお送りします。美味しい記憶聞かせてください。今月もよろしくお願いいたします。5月ですからね。はい、フレッシュマンの皆さんもちょっと落ち着いたですかね。落ち着いたといいな。ね、もう本当にもう毎年フレッシュマンを応援してるでおなじみのね吉武さんなんですけども、この1ヶ月4月にね、いつも応援してるんですよ。1ヶ月過ぎると、やっぱちょっとこうルーティンもできてね、会社とかね、いろんなこう新しい場所に馴染む時だから、馴染むのに時間かかりました。藤井さんどうですか？もう何にも覚えてないです。そんな私は本当にすぐ溶け込めるので。そう？はい。吉武さんってご本人が思ってらっしゃるほど、はい、そんなあれですよ。あ、溶け込んでません私。溶け込んで溶け込んでないっていうか、なんか位が高くないですか？なんかそれが別に嫌なんじゃなくて、なんかこっちがなんかこうできることあればもちろんっていうなんかそうさせる、そのなんかバックボーンをお持ちのような、はい、気がします。オーラです多分。そうどうやらご機嫌のようでああよかった。木村佳乃さん似てません？初めて人生で言われました。そんなスペシャルがここ、そんな幸運があれ今日すっごい木村佳乃さんめっちゃ似てる。絶対に似てない。めっちゃ似てる。おもうルンルンね、綺麗ですよね佳乃さんって。 VTR 見ましょう。はい。その子の名前はなーにちゃんです。好きなことはみんなのおいしい笑顔を見つけること。今日もなーにちゃんを探してみてください。その子はずっと忘れることのないおいしいの隣にいます。おいしい記憶を作りたいキッコーマン。おいしい記憶、今回の調査員はどうも、はじめまして、カーネーションの吉田です。よろしくお願いいたします。初登場、カーネーションの吉田さんです。自己紹介としまして、笑顔モノマネというものがございますので、ちょっと一つ見ていただけたらと思います。プロボクサーの嫁が夫から次の試合で引退すると告げられた時の笑顔。ありがとうございます。全く美味しいものとは関係ないんですが。では、美味しい記憶ご紹介です。思い出のミートパスタ。おばあちゃんのミートパスタは特別で誰も作れません。ひき肉とトマトのバランスが良く、少し甘いところが好きでした。2年前の秋、おばあちゃんが亡くなりました。おばあちゃんのミートパスタはもう食べられなくなりました。おばあちゃんが作ってくれたミートパスタの美味しい記憶。富山に住んでいたおばあちゃん。でも仕事が忙しい両親に代わってたびたび東京までやってきて記憶さんの面倒を見てくれました。その時によく作ってくれたのがミートパスタ。おそらく入院中に書いたレシピが出てきたのです。おじいちゃんが作ってみたらニンニクが多すぎてやっぱりおばあちゃんとの味は違いました。最近少しずつおばあちゃんの味を忘れてしまいそうになります。おばあちゃんはお料理をしている時はいつも笑顔でした。味は忘れそうなのにおばあちゃんの笑顔は忘れていません。今私はお母さんと一緒におばあちゃんのミートパスタを探しています。まさかの笑顔の伏線回収ということでおばあちゃんの笑顔を再現できるように、そしてミートパスタの味も再現できるように頑張りたいと思います。それでは記憶さんに会いに行きたいと思います。すごい。いいですか？はい。こんにちは。すごい飛んできそうなぐらい声でくれてる。ありがとう。小学5年生の記憶さん、山崎芽衣さん。
美味しい記憶を調査です。どんなミートパスタやったの？和風っぽいけどソースはちょっとパサパサした感じで、なんか古い味する。あんまりいいこと言ってなかったけど大丈夫。パサパサする古い味っていうのは要するに懐かしくてこうなんやろギュッて詰まってる感じやね。一緒に作ったこともあるミートパスタですが、おばあちゃんのレシピを頼りに作ってもその味にならないそう。味を忘れちゃう前に再現したい。まだ大丈夫そう？まだない。まだ大丈夫。私は料理は、おばあちゃんには絶対負けるんやけど、割とね上手です。自分で言うのもなんですけど味覚がいいです。はい。ということで青パパイヤを切ろう。料理系の配信もする調査員とともにおばあちゃんの味の再現を目指します。いいですね。そこでさ、ちょっとミートパスタのこともいろいろ相談しよう。はい。作戦会議にやってきたのはカフェ。お待たせいたしました。いちごカフェ。わあ、すごいの来た。ありがとう。実は記憶さん、もう一つ美味しい記憶が。美味しい。美味しいね。それがいちごパフェ。おばあちゃんによく食べさせてもらっていました。おばあちゃんといつもどんな話してたん？パフェ食べながら。今日の夕飯。今日の晩ご飯何食べるって？怒られたことはある？あんのよ。勉強で分かんなくておじいちゃんに怒った時。おじいちゃんに八つ当たりした。それは怒られるわ。激しめ。怒られるどんなパスタだったのか記憶さんに書いてもらいます。まさか黄色から行くと思ってなかった。今絵とか習ってるの？あ、習ってんねや。他は習い事してる？プール、プールもいてんの？そろばん、そろばんもいて。テニスとテニス？習字と。めっちゃ忙しいな、結構。めっちゃいい環境で育ってるという自覚だけ持ってね。大人のコメント。このおばあちゃんのパスタをレシピを元に作りたいのですが、これはおばあちゃん書いてくれたやつじゃなくて、おじいちゃんが書き換えてくれて。おじいちゃんがなんとなくその文字とか見て。おばあちゃんのレシピには食材だけで分量などの情報がなかったため、おじいちゃんが一度再現しレシピを作ってくれたそうです。おじいちゃん貴重面だな。ですがニンニク3、4結構多いね。あ、違うと思う。違うと思う。これおじいちゃん。おじいちゃんが勝手なことしてる？ニンニク好きだから。勝手なことしてるな。おじいちゃん実はフレンチのシェフ、張り切りすぎたのか。なんかしょっぱいな、酸っぱいなとか薄いなとかなかった？ちょっとお水が多い。ああ、お水多かったよな。ソースは？ソースも入ってるよ。とんかつソース？ちょっとしか多分入れないと思う。小さじ1全然ちゃうやん。小さじ1って5ぐらいやで、おじいちゃん。多分おじいちゃんのアレンジでです。おじいちゃん勝手なことするね。怒らなあかんな、これまた。後で怒っとこな。ということででは早速一回このおじいちゃん書いてくれたレシピをベースに、ちょっとニンニクとか多すぎるって言ったんでここはちょっと調整しながら。おじいちゃんの疑惑のレシピを参考にしながら記憶を頼りに味の再現を目指します。まずは野菜をみじん切りに。おばあちゃんもこんくらいの大きさやった？うん、もうちょっと細かいくらい。もうちょっと細かい。わかんない。分かんなくなった。ちょっとじゃあ細かくしとくな。ブンブンチョッパーかな。ブンブンチョッパーだいぶちっちゃいね、それやったら。野菜のサイズには不安を残しつつ大事なのは味ということで進みます。これ学校のお友達見る？これ見るかな？学校のお友達見る？彼氏が見ます。どっちが好きになったん？両方とも奇跡じゃん。どこが好きなん？春人の。優しい子が。優しいんや。荷物が持ってくれんの？久しく持ってもらってないで。ほんまに。それもママとパパの前で言っても大丈夫なの？知ってんの？多分大丈夫。多分大丈夫。お母さんやっちゃ笑ってる。よし。ポイントのニンニクの量はそれちょっと多いって言ってたよな。2でいってみる。オッケー。半分の分量で作ってみます。お肉をほぐす感じで。そうそう。他の食材はレシピ通りに。たっぷりたっぷり。ここで記憶さん気がかりなことが。パ
か水増えてる。そう、ちょっと待って、火強くしようか。それが水分量。一度食べたおじいちゃんのレシピは水分が多いと感じていたそう。水分ないって言ってたもんね。はい。おばあちゃんのパサパサ感を目指しますが、水が多くなってる。多くなってる？野菜は多かったんかな、もしかしたら。やっぱおじいちゃんはもしかしたら全部間違ってるかもしれない。はい、オッケー。トマトジュース。そこでトマト缶を入れたら、今後左右しそうな水は。おじいちゃん 200cc って書いてくれてんねんけど、150ぐらい多分。 150ぐらいでいく？はいオッケー。どう？まだ多い？このくらいでいいと思う。 100。今こんな感じです。ここにケチャップとソースが入る感じです。水がやっぱり水分多いです。多い。あ、そもそも水入れてなかった説はない？それは多分ないと思う。ありそうやだ。おじい。もうおじいって言われてる。根気強く水分を飛ばしていきます。すごい手間暇かかってるよ。今200円で買えるのにミートソースなんか。やーと。ケチャップ、ソースなどで味を調整し仕上げます。美味しそう。味は濃かったんやったっけ？和風っぽい。和風っぽいっていうのかな。この岩の材料の中にはないのよね、要素が。さあ、おばあちゃんの味には近づいたのでしょうか。じゃあちょっと食べてみようか。いただきます。ありえますよね。美味しいけど、トマトが多いかも。トマト感が多い。なるほど。確かに和風ってことはそんなトマト強くないか。和風感が再現できず。だからするとさっきやっぱ醤油をちょっとだけ覚えて。そうや、醤油や。すっかり忘れてたわ。和風のポイントになりそうな醤油を入れ忘れていました。さらに多すぎますよね。これ絶対多すぎますよね。そういう肉感。もっとお肉メイン。甘み、和風味、肉感を修正します。半分ぐらい。半分ぐらいでいってみる。水分量を減らし肉感を増すために野菜は半分、トマト缶も減らします。さあ、肝心の水はあ、ぴったり。ぴったり。じゃあ50入れるか。大幅に減らし慎重に。和風感を出すために醤油も。うん。いいんちゃういいんちゃう。隠し味って感じ。難しい。難しいよ。はい。本人がいないと難しい。そうよ。おばあちゃんと作った時のことを思い出しながら。どうん。う？いい感じ？うん。近いかも。近いかもしれない。ほんま？もうちょっとだけお醤油入れてみる？あ、和風味やからさ。失敗しちゃわないから。いいよ、失敗しても大丈夫大丈夫。おばあちゃんの味に近づいてきました。なんか確かにその硬さで言うと硬そうやな。パサパサっていう言ってることもわからんではない。なんか果たして良さそうだなこれ。うん。近くなったかも。違くなった？さっきと全然違うねやっぱり。もし足りないとしたら何が足りなそう？疲れてきた。わかんない。食べ過ぎてわからんくなるよ。あと少しのところまで来ているようです。見た目めっちゃ近い。でしょ？なんか足りなさそうなやとしたら何が？いい感じです。トマトも抑えめになった。なんか野菜をちっちゃく切ったらいいんじゃない？コンコン。根本的な問題。甘みは丸。一旦サイズは忘れて味を微調整します。和風があとちょっとかも。じゃあもう気持ち醤油醤油入れてみる？ちょっとだけ入れて。完全ないよ。するとおばあちゃん家の匂いがする。おいいやんいいやん。それ醤油ほんまに。なんか和風って言われたら和風な気もする。美味しい。果たしておばあちゃんの味は再現できたのでしょうか。じゃあ
早速めいちゃんから食べてみてください。いただきます。はーい。確かにパサパサしてそう。うんうん。いいですね。美味しい？おばあちゃん再現度はどんな感じ？これ？ 99%。ほんま？すごい。気使ってくれてる？大丈夫？じゃあ味はほんまに結構完璧って感じ。美味しそう。よかった嬉しい。あ、和風。なんかいるね奥に。奥からおばあちゃん出てくるね。美味しいんだよね。おばあちゃんの味になってよかったし、忘れる前にやれてよかったなって。あーそっかそっか、ちょっと忘れそうって言ってたもんな。あと 1% 足りひんとしたら何かな。野菜の大きさ。次からブンブンチョッパーっていうの持ってくるな。美味しい記憶見事復活ですかなり手直しされた。美味しそう。よかった。よかった。もう99%はもう100ですよ。 100です100です。よかった再現できて。調査員さすがでしたね。おはい。見事でした。もう初めてとは思えない調査員っぷりでしたよね。抜群の安定感でしょ。安定感でした。すごいんです。本当に吉田さんが作るねパンめっちゃ美味しいんです。へえ、何パンですか？なんかいろんな惣菜パンも作ってくれるし、生地から作ってくれるかうらわ何でもやってくれるんです。美味しいんです。いやでもねおばあちゃんの作るミートソースがそのパサパサやったっていうのがかわいそうなぐらいおじいちゃんのレシピ手直しされてましたね。赤でバーって赤ペン先生みたいになってましたもん。彼女がその忘れてしまうっていうのを前提にしてるのが僕はすごい清々しくて、確かに。そうどんなに好きでもねそれは忘れていくもんですから、でもそれをなんかこう忘れたくないんですっていうんじゃなくて忘れないうちにって言ってる彼女のはつらつとした感じがすごいなんか素敵だなと思いました。本当ですね。いい子だなと思いました。素晴らしい。うん、では食べたかったですよ。美味しい香りにあの時の記憶がパッとよみがえる。家族や友達と囲んだご飯、その一つ一つが積み重なって明日へ向かう勇気になる。美味しい記憶はタイムマシン。昨日から今日へ明日へ、美味しい記憶を作りたいキッコーマン。耳をすませば料理はほら誰かを応援している。頑張れと頑張る、その間にいつもキッコーマンはいます。美味しい記憶を作りたいキッコーマン。美味しい記憶伝えていきたい。いやよろしくどうぞ。伝えていきたい。だって前回はおぼろ昆布とかね江戸木橋とかあったじゃないですか。はいで今回で3回目になるんですけれども、はい今回は山の中に入っていったと。どういうことですって。山の中に入っている。山の中に入ってのロケだったんでしょうね。オペが始まるの今日。私外科医じゃないんですよ。別に違うよね。美味しい記憶伝えていきたい。今回やってきたのは豊かな水資源に恵まれた土地、東京奥多摩。いいとこですね。ですね。標高およそ900メートルの山あいに日本人には欠かせないものが育っています。沢沿いを歩くこと15す分。ごいとこ通る。わさび。なるほど。よろしくお願いします。水がきれいじゃないと。角井仁さん、達也さん兄弟。お二人が育てているのはわさびです。わさこの根っこを処理していくとどんどんわさびっぽくなってきます。奥多摩の自然を目いっぱい受けて育つ奥多摩わさび。ミシュランの星付きの店にも卸されるという2人のわびさびは1本およそ5000円。優しく円を描くようになるべく細胞を壊すように吸っていく。奥多摩わさびはツンと鼻を刺すあの刺激が少なく甘さを感じることができるのが特徴。いただきます。はい。
香りがすごいですね。すごいですね。そうですね。香りすごい。甘い甘い甘い。甘みありますよね。甘い。これね、甘み強いですね。本当山の恵みというか、これ以上奥多摩の味がする植物はないと思います。わさびは日本原産の植物。古来から日本人と共にありました。といっても今のように日常使いするものではなく、飛鳥時代には主に薬草として認識されていました。転機となったのは江戸時代、握り寿司の登場です。誰がこの組み合わせ考えたんだろう。町には屋台が立ち並び、ファストフード感覚で民衆に提供されるようになると、どうしても気になるのが衛生面。魚の臭みを消し、細菌の増殖を抑える効果からわさびの需要は急増しました。そうなんだ。ここ奥多摩のわさびも将軍家へ献上される特産品でした。栄養豊富な水が流れていることによって美味しいわさびが育っていくと思いますね。わさびを植えるのは段々畑のようなこの岩場。上流から湧き出た新鮮な水が上から下までわさび田全体に行き渡るよう工夫されています。お水で洗ってもらってるイメージが分かりやすいですかね。流されてないと自分の辛み成分で自家中毒起こして自分傷つけてしまったりとかするので、わさびの辛み成分には植物の成長を阻害する働きがあります。そのため水がとどまらず流れている環境が必要なんだとか。自家中毒だって。こういう状態なんですよ、わさびの苗。そうですね。普段みんな見ないですけど。取材したこの日はわさびの植え付けの時期。水の流れをこう遮りそうなものとか。滞るのをなくすためにとりあえずまずはゴミ拾いです。枯葉や雑草を取り除いたらわさび田に溝を掘って水の通り道を作ります。30度ぐらいに寝かして植えていきます。常に寝て育って水が流され続けてるイメージ。どれぐらいで収穫できるもの？ 2年3年いくかもしれないです。およそ2年間水に流されながら育ちます。奥多摩農家って何人ぐらいいらっしゃるの？今すごい減っていて、わさびだけで生計立ててる人は本当数人ぐらいじゃないですかね。高齢化が進む奥多摩のわさび農家の中でお二人は最年少。始めた時は苦労の連続でした。まずは畑本当に持ってないので、地域の人と仲良くなるところから少しずつスタートしていきます。もともとアウトドアガイドをしていた兄仁さん。奥多摩町を訪れわさび田の景色に心を打たれました。石垣をこう滴る音もあったり、いろんな音がしてて、いるだけで本当癒されるというかこの魅力を伝えたいとわさび田のツアーガイドを始めます。次第に自分でもわさびを育てたいと思うようになり、ヘアメイクをしていた弟の達也さんを誘ってわさび農家さんに弟子入りしました。2人は手入れされずにいたわさび田を譲ってもらい、見よう見まねで修復。6年間で見違えるようになりました。一人だったら多分できてないです。やろうとはあんまり思わないですよね、最初の途方もなさすぎて。奥多摩わさびはこれからも伝えていきたい美味しい記憶です。うちに戻ってまいりました。お二人は自分たちのわさびを広めるためにフードトラックを運営しています。わさび食堂。仲間の桃さんでございます。桃です。
ももさんが作ってくれるのは兄弟の大好きな丼飯。わさび丼。ご飯にのせるのは鰹節とわさびの葉と茎のピクルス。自家製のピクルス。今日もたくさん乗せちゃおうかな。取れたてのわさびを丼にのせたら醤油をかけて完成。これがわさびの味が一番わかるので、いただきます。いただきます。もうずっと食べられるやつですね。鰹節のこの風味とまたわさびのこのピリ辛なパンチが追っかけてきてくれてめちゃくちゃ美味しいです。兄弟2人が惚れ込んだ奥多摩わさび、スタジオにもお届けします。やったー。さあこちらが角井さん兄弟の奥多摩のわさびでございます。すごい立派ですよこれ。すごいですね。円を描くようにこう、はい。そう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 。わあ出た出た出た、来た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 。すりおろしわさびですね。うわー綺麗。あでもいい香り。うわーすごい。うわー綺麗なわさび色。600円ぐらいですよそれ。そうですね。600円はあるかも。じゃあいただいてみましょうか。いただきましょう。どうぞどうぞ。お醤油をかけてシュ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 。はいどうぞ。いや辛いですよ。ピリッとしますか。あ、さ甘いって言ってるのはな分かります。ほう。あ辛い。でしょ、なんか甘い言ってるから僕。てかこれが本当のわさびの辛さなんだ。すっごくシャープな辛さというか、チリ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 ってするような。わあ美味しい。わあ。鰹節とわさびと醤油もう合いますね。そらそうですよね。大人。私大人になったな。そんなんやったらさステーキの上とか乗っけたくないわさび。いやでもあえてやっぱこのわさびはご飯じゃないですか。だから僕はまあお醤油やねんけど、わさびとしてこれからも頑張っていって。僕はねやっぱりいつでも新鮮がいいかな。絞りたてでね。酸化防ぎたいですよね。コマーシャル始まる。いやなんかですね、番組のコメント欄っていうのがあるんですよ。でそこにご感想をお待ちしておりますっていうのをちょっと言いたいなと思って、でたまにはそういういただいたコメント欄をこの場で読めたらいいよなって思いながら、楽しいじゃないですか。はい、へっちゃら派？超へっちゃら派です。すごいな。何言われても大好き。本当？はいはい。ああ羨ましい。傷ついちゃいます？なんかもう悲しくなっちゃうんです。わさび食べましょうその時は。なんで？美味しい記憶ごちそうさまでした。次回は6月19日金曜昼12時公開、お楽しみに。そしてあなたの美味しい記憶を教えてくださいエッセイコンテストが今年も開催されます。応募の詳細は概要欄へ。この番組はキッコーマンの提供でお送りしました。もしもこの国に醤油がなかったら、お魚をこんなに美味しく食べられたかな。お寿司はみんなの大好物だったかな。ご飯を何度もおかわりできたかな。大好きな人と一緒に笑うことがこんなに当たり前にできたかな。料理を作ることはこんなに楽しかったかな。もしもこの国に醤油がなかったら、お母さんの味ってどんな味だったかな。この国にはキッコーマンがあります。その扉を開いてみよう。
そこはおいしい記憶の宝箱。誰もが明日へ生きる力でつながる。見たり読んだり聞いたり、心のお腹が空いた時、その扉を開いてみよう。おいしい記憶は積み重なって私になる。おいしい記憶を作りたいキッコーマン。